白亜紀の物語もいよいよ最後の1話を迎えました。これまで私たちは花咲く新しい世界から南の巨人たち、北の恐竜王国、そして海と空の支配者までこの時代を旅してきました。地球はかつてないほど多くの命で賑わっていたのです。けれど、その輝かしい繁栄はある一日を境に終わりを迎えることになります。今回の主役は恐竜たちではありません。主役は彼らの世界を終わらせたある大事件です。三畳紀に小さく始まり、1億数千万年をかけて頂点まで上り詰めた命の物語がどのようにして幕を閉じたのか、そしてその先に何が残されたのか。シリーズの完結編となる今回は、世界が終わったあの日のお話です。時はおよそ6600万年前、白亜紀の終わり頃の世界はとても豊かでした。北の大地にはティラノサウルスやトリケラトプスが暮らし、カモノハシ竜の群れが草原を埋めていました。空には翼竜が舞い、海にはモササウルスが泳ぐ。どこを見ても命が溢れています。恐竜たちの時代はまさに満開の花のようでした。この繁栄がまさか終わるとは誰も想像できなかったでしょう。恐竜たちは1億年以上もの間、地上の王者であり続けてきたのですから。ところが、この平和な世界に2つの大きな災いが静かに近づいていました。一つは大地の底から、もう一つは遥か遠くの宇宙から。今回はその終わりの物語を順を追って辿っていきます。まず、絶滅の前夜、世界がどんな様子だったのか。次に、大地でくすぶっていた巨大な火山。そして、空から落ちてきた小惑星と、その日に起きたこと。最後になぜ一部の生き物は生き残れたのか。そして、その先に続く私たちの物語まで。まず、大量絶滅という言葉について少しお話しします。地球の長い歴史の中では、多くの生き物が一度に姿を消す出来事が何度も繰り返されてきました。このシリーズの初め、三畳紀の物語でも2つの大きな絶滅を見てきましたね。生命の歴史は、実は絶滅と復活の繰り返しでもあったのです。では、白亜紀の終わり頃、世界はすでに揺らいでいたのでしょうか。この時代、海の水位が下がり、あちこちで気候が変わり始めていたという証拠があります。広かった浅い海が引いていき、大陸の環境も少しずつ変化していました。緩やかな変化の波は確かに押し寄せていたようです。では、恐竜たちは絶滅の前からもう衰え始めていたのでしょうか。実はこの点については研究者の間でも意見が分かれています。種類が減りつつあったという見方もあれば、最後まで元気に栄えていたという見方もあります。どちらが正しいのか、答えはまだはっきりとは出ていません。はっきりしているのは、この白亜紀の終わりに2つの並外れた出来事がほぼ同じ時期に重なったということです。一つはインドで続いていた途方もない規模の火山活動。そしてもう一つが地球の外からやってきた巨大な小惑星の衝突でした。まずは大地の火山から見ていきましょう。白亜紀の終わり頃、今のインドにあたる場所では大地の底から
大量の溶岩が噴き出し続けていました。この火山活動でできた広大な溶岩の大地をデカン高原と呼びます。一度きりの噴火ではありません。長い年月にわたって繰り返し溶岩が流れ出す途方もない出来事でした。その規模は想像を超えるものでした。吹き出した溶岩は何重にも積み重なり、厚いところでは2000メートルを超えます。広さは日本の国土がすっぽり入ってしまうほど、地球の歴史の中でも有数の大きな火山活動の一つがこの時期に起きていたのです。これほど大きな火山活動は空にも大きな影響を与えます。噴火のたびに大量のガスや塵が空へと放たれました。こうしたガスはある時は地球を冷やし、ある時は温める。さらに酸性の雨を降らせることもあります。長く続く火山は世界の気候をじわじわと揺さぶっていたと考えられています。では、この火山活動だけで恐竜たちは滅んだのでしょうか？これも長く議論されてきた問題です。火山が生き物を苦しめたという見方がある一方で、それだけでは絶滅を説明しきれないという声もあります。多くの研究者は今、火山は世界を弱らせたが、とどめを刺したのは別のものだと考えています。その別のものこそ、空から来た小惑星でした。白亜紀の終わりのある日のことです。遥か遠くの宇宙から一つの小さな点が地球へと近づいていました。それは直径が十数キロメートルもある巨大な岩の塊、小惑星でした。山が丸ごと一つ空から降ってくるようなものです。地上の恐竜たちはもちろんそのことを知る由もありません。そしてその小惑星は今のメキシコ、ユカタン半島のあたりに猛烈な速さで衝突しました。その後には差し渡し 200km にもなる巨大なくぼみ、クレーターが残されました。これを近くの地名にちなんでチクシュルーブクレーターと呼びます。この一瞬の衝突が世界のすべてを変えてしまったのです。この小惑星が一体どこから来たのか。近年の研究からそれは木星よりもさらに外側で生まれた炭素を含む種類の小惑星だったと考えられるようになりました。太陽系の遥か遠くで生まれた岩の塊が長い長い旅の果てにたまたま地球とぶつかった。それはまさに天文学的な偶然でした。衝突のエネルギーは途方もないものでした。人類がこれまで作ったどんな爆弾よりもはるかに大きな力です。その瞬間、衝突した場所の岩は一気に溶けて蒸気となって吹き上がりました。地面には巨大な穴が開き、大地そのものが大きく波打ったと考えられています。そんな大昔の出来事がなぜわかるのでしょう。手がかりは世界のあちこちの地層に残された薄い粘土の層でした。この層には地上では珍しく宇宙からの岩に多く含まれるイリジウムという物質がたくさん混じっていたのです。この発見が空から来た小惑星という考えを力強く支えることになりました。では、その日、地球で何が起きたのか、順に見ていきましょう。衝突の瞬間、とてつもない熱と衝撃波が四方八方へ広がりました。衝突点の近くにいた生き物は、なすすべもなかったでしょう。けれど、本当に恐ろしいのは、ここから始まる長い連鎖の方でした。衝突で吹き飛ばされた岩は、細かな粒となって
空高くまで舞い上がりました。そして、その無数の粒が地上へ降り注ぐとき、空気と擦れて真っ赤に焼けたのです。空全体がしばらくの間、熱を放つオーブンのようになりました。この熱で世界のあちこちで山火事が起きたと考えられています。小惑星が落ちたのは浅い海でした。そのため衝突はとてつもなく大きな津波を引き起こします。高さ数百メートルにもなる巨大な波が周りの海岸へ押し寄せ、内陸の奥深くまで全てを飲み込んでいきました。その波のエネルギーは今の私たちが知るどんな津波よりも桁違いでした。衝突は大地そのものも激しく揺さぶりました。その地震は今まで記録されたどんな地震よりも大きかったと考えられています。揺れは地球全体を何度も何度も駆け巡りました。衝突点から数千キロも離れた場所でさえ大地が波打ち、水が激しく揺れ動いたのです。けれど、生き物たちにとって一番の災いはその後にやってきました。舞い上がった大量のチリアススが空高くまで広がり、地球全体を厚いベールのように覆ってしまったのです。太陽の光は遮られました。昼は夜のように暗くなり、その暗闇は何ヶ月も、あるいは何年も続いたと考えられています。太陽の光が届かなくなると、植物は光合成ができず、次々と枯れていきました。すると、それを食べる植物食の恐竜が飢え、さらに、それを狩る肉食の恐竜も飢えていきます。食べ物のつながりが根元から崩れ落ちたのです。おまけに、光を失った世界は厳しく冷え込みました。これが、衝突の冬と呼ばれる長い寒さの時代です。この破局の日、地上では一体何が起きていたのか。それを生々しく今に伝えるとされる場所が見つかっています。北アメリカ、ノースダコタにあるタニスと呼ばれる化石の産地です。ここには、まさに衝突が起きた、その日のありさまが封じ込められているというのです。タニスの地層からは、たくさんの魚や生き物の化石が折り重なるようにして見つかりました。驚くべきことに、魚のエラの中からは、衝突で弾き飛ばされてできた小さなガラスの粒が見つかったといいます。空から降ってきたガラスの粒を、魚が最後の呼吸で吸い込んだ後だと考えられています。もしこの解釈が正しければ、タニスは衝突からわずか数十分後の世界をそのまま切り取った奇跡のような場所だということになります。ただし、この産地が本当に衝突当日のものなのか、その点については慎重な見方や異なる意見もあります。研究は今もなお続いているのです。それでもタニスのような場所はあの日の情景を私たちの目の前にまざまざと書き出してくれます。降り注ぐ焼けた粒、揺れ動く水、逃げ惑う生き物たち、穏やかだった一日が地獄のような光景へと一変する。それが白亜紀の最後の日に実際に起きていたことなのです。こうして白亜紀の世界は終わりを迎えました。この大量絶滅で地球上の生き物のおよそ4分の3が姿を消したと言われています。陸の恐竜だけではありません。海のモササウルスも、首長竜も、空の翼竜も、渦巻きの殻のアンモナイトも、
皆絶えてしまいました。けれど、残りの4分の1は、この破局を確かに生き延びたのです。では、生死を分けたものは何だったのでしょう。生き残った生き物にはいくつかの共通点があったと考えられています。体が小さいこと、襟好みせず何でも食べられること、そして地面の穴や水の中に身を潜められること。厳しい世界を生き抜くには、こうしたつつましい暮らしぶりが有利に働いたようです。反対に生き残るのが難しかったのが体の大きな生き物たちです。大きな体を支えるには毎日たくさんの食べ物が必要です。植物が枯れ、獲物が減った世界で大ぐらいの巨体はたちまち行き詰まってしまいました。地上の王者だった大きな恐竜たちはその大きさゆえに生き延びることができなかったのです。一方、暗く寒い世界を生き抜いたのは目立たない小さなものたちでした。落ち葉の下の虫や水辺のワニやカメ、そして物陰に潜む小さな哺乳類たち。彼らはネズミほどの体で夜の間にこっそり動く控えめな生き物でした。この小ささこそが彼らを救ったのです。ここで驚くべき事実をお話しします。実は恐竜は完全に滅んだわけではありません。恐竜の一族の中にこの大絶滅を生き延びた者がいたのです。それが鳥です。空を飛ぶ鳥たちはもともと小型の恐竜から進化した仲間でした。つまり今も私たちの周りを飛ぶ鳥は生き残った恐竜そのものなのです。では、なぜ鳥は生き延びることができたのでしょう。ここでも小さな体が役に立ちました。そしてもう一つ、鳥には大きな武器がありました。硬いくちばしです。植物が枯れ果てても、その種は地面にこぼれ落ちて残ります。丈夫なくちばしを持つ鳥は、その種をついばんで飢えをしのぐことができたと考えられています。白亜紀にはまだ口に歯を持つ鳥も数多くいました。けれど、その多くはこの絶滅を乗り越えられませんでした。生き延びたのは歯を失い、代わりに軽いくちばしを持った今の鳥に近い仲間だったのです。歯を捨て、くちばしを選んだこと。それが鳥たちの運命を大きく分けたのかもしれません。恐竜という大きな存在が消えたことで、世界には大きな空白が生まれました。この場所へそっと歩み出た者たちがいます。物陰に潜んでいた小さな哺乳類です。恐ろしい恐竜がいなくなった世界で、彼らは昼の光の中へと活動の場を広げていきました。ここから哺乳類は驚くほど多彩に枝分かれしていきます。森を駆けるもの、空を飛ぶもの、やがて海へ戻るものまで、恐竜の後を受けて哺乳類が主役となる新しい時代が始まったのです。これを新生代と呼びます。そして、その長い歩みの先に、いつか私たち人間が現れることになります。ここで私たちが辿ってきた長い旅を振り返ってみましょう。二つの絶滅に挟まれた三畳紀に、恐竜は小さな姿で生まれました。ジュラ紀に巨大な体を手に入れ、黄金の時代を迎えます。そして白亜紀、花が咲き、その姿は多彩を極めました。
3つの時代を駆け抜けたおよそ1億5000万年の物語です。その壮大な物語は、空から落ちた一つの小惑星によって幕を閉じました。けれど、忘れないでください。あの絶滅は、すべての終わりではありませんでした。それは同時に、次の時代が始まる合図でもあったのです。恐竜が去った大地から、私たちの時代へと、命のバトンは確かに手渡されました。最後に、空を見上げてみてください。庭先にやってくる小鳥も、大空を渡る渡り鳥も、その祖先をたどれば、遥かな恐竜へとつながっています。恐竜は、絶滅などしていない。今も私たちのすぐそばで、さえずり、羽ばたいているのです。三畳紀から白亜紀まで、長い旅にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。またどこかでお会いできますように。